皆さんこんにちは、カズマです。レスリーです。レスリーは今まで合計で日本に何回とか3回。3回、レスリーが日本に3回行った中で、レスリーが日本ですごい疑問に思ったこととか驚いたこととか、どういう風に感じたのかとかを話していってもらいたいと思います。僕がそれをいろいろ聞いていきたいと思います。1つ目は自動販売機。それは面白い。一番驚いたこと、日本には本当にどこでも自販機がいっぱいある。本当にどこでもいっぱいあるね。メキシコ1個もないよね。あまりないね。1個も見たことないよ。見たことないの？あるんだけど、メキシコにはパンとかコーヒーとかソーダとかそれだけ売ってる。なんかクッキーとかそれだけ売ってるけど、日本には冷たい飲み物、熱い飲み物も売ってるし、パンツも売ってるし、場所によってなんで僕売ってるのびっくりした。ソープも売ってる。なんだそれ。そういろんなものがね、びっくりした。それに自販機には売ってる飲み物はめっちゃ高い。Nosotros como turistas, uno va caminando, le da sed, ve la máquina expendedora y dice, me va a comprar un refresquito. Y cuando ves el precio, 値段は全然違う。メキシコにはちっちゃいコーラは多分8ペソとか。8ペソとか5ペソとか。5ペソだったら大体今のレートとかで25円ですね。安いね。そう。でも日本には自販機には120円とか150円。150円。そう30ペソぐらい。高すぎる。びっくりした。店やめとくと思ってた。あと果物ですね。果物は日本に行く前にそれも知ってた。果物は高すぎる。これなんで知ってたの？私の日本語の先生は教えてくれた。高すぎると言った。買うかって。でも確かに気がついた。1のメロンはいくら？このメロンいくら？日本に2000円とか。こちら。カズマも驚いたでしょ？メキシコの値段。全然違う。僕はフィリピンにも住んでたことがあるんですけど、やっぱこういうあったかい国、メキシコもフィリピンも本当に果物が安いんで、やっぱ日本帰る時には果物って安いたっけーなーっていつも思うよね。でも味も全然違うね。そう。もちろんよ。もっと美味しい。日本が？メキシコの方が味がもっと美味しい。日本に帰ったらマンサーナ食べたら味は全然違う。絶対に。日本のマンサナは美味しいよ。マンサナはリンゴです。そういうことで、日本のやっぱ果物とか野菜はすごく高いし、あと飲み物ですね。やっぱ飲み物こっちで安いやつだとペットボトルだと10ペソなんで、だいたい今だったら50円ぐらいで買えちゃう感覚なんで、やっぱ飲み物はやっぱメキシコはだいぶ安いですね。あと果物もだいぶ安いね。2つ目、電車が静か。びっくりした。メキシコはよくガムとか飴とか、お菓子をいろいろ売ってたりとか、スマホのアクセサリー売ってたりとか、結構物を売ってる人が多くて、その人たちがもう結構大声でどうやって真似してるHola, damita caballero. Hoy le vengo enseñando lo que es lo que viene siendo unos audífonos para celular de muy buena calidad. Es la entrada. Es la entrada universal. みんなそんなこと言う。みんなレスリーがやってくれたみたいに、もう常にメトロの中だとこうやって物を売ってるんで、常に騒がしい状態なんですね。あと電車も急ブレーキとかするから、やっぱそういうのでうるさかったりするんで、やっぱレスリーからしたら日本の電車はめちゃめちゃ静かな印象だったみたいです。電車の中でも、日本人は全然食べてないけど、メキシコには大変だ。なんでそうハンバーガーだ。そう食べてる。生で結構普通にやっぱ食べてるんで、僕らは日本人からするとやっぱり
食べていいんだよね逆ちょっとにやだ。俺らからするとなんか気持ちが軽いけどね。まあでも臭い。匂いが臭い時あるけど確かに、うん。はい、まあそういうことで、まあ、日本の電車はやっぱりすごく、まあ、時間もしっかり守るし静かだし、綺麗か。あ、綺麗。そうだ、電車の中はめちゃめちゃ綺麗っていうのがありますね。あ、さっきも温めてる。すごい。温める。あ、席。そうだ日本はそうだ。僕もやっぱ当たり前に日本で生活してたらやっぱ気づかないですけど、やっぱ日本の電車は冬とかになると座席があったかくなったりするのはやっぱすごいですね。すごいね。はい、そういうことでやっぱ日本の電車はすごいってことですね。はい、3つ目、レスリーが想像してたような日本はドラマみたいな世界じゃないっていうことです。Una de las cosas más famosas de Japón, aparte del anime, son los doramas. Entonces, pues yo también vi doramas y uno decía, ay, qué bonito, ¿no? Tener un novio japonés que sea valiente, que sea guapo, que sea muy amable, que sea así irresistible, perfecto, ¿no? Entonces como de, ay, no, pues sí, qué padre, ¿no? Así la vida en la escuela donde, no sé, la chica se va a caer y la detiene, no sé, increíble todo, ¿no? El panorama, pero ya me di cuenta que no es así, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención cuando íbamos, pues paseando, caminando, es que por lo menos en Tokio, muchas de las parejas que yo vi, las parejas no caminan lado a lado. El chico va adelante, como ignorando a la chica. それはカップルによると思うけど。でも見たことある。本当に1回だけじゃない。1回だけじゃない。本当に結構見た。あ、そうだね。レスリーみたいなやっぱラテンの国に生まれてる人からすると、なんか男が女の子をエスコートしてない感じはやっぱ日本に行ったらすごい目立ったみたいですね。Sí, no sé, los mexicanos son muy de darle el paso a ella primero, abrir la puerta para que ella pase, les traen algo de comer, por favor no come tú primero, no sé. 彼女をエスコートするとかっていう文化がないから、そのレストランに入るときにこうやってドア開けて「はい先にどうぞ」とかレディーファーストな感じとかはやっぱ僕らやっぱ習う時がないんで、なかなかそういうのはどっかで経験しないと覚えれないことですよね。だからレスリーはそれをなんかすごく気にして見ちゃったみたいですね。Además también las chicas siempre van como muy perfectas, con sus peinaditos perfectos, su maquillaje perfecto, sus manitas perfectas, su ropa perfecta. Están como todo el tiempo perfectas, preciosas, pero pues igual de todas formas el chico va por acá en ese celular. Como que no le importa. まあ日本人はみんなの前にあまりエクスプレッションしない。そう気持ちを見せないから全然ドラマのイメージじゃない。絶対違う。多分家の中でもっと温かい心だけどみんな見たら冷たすぎる。冷たすぎる。やっぱみんな照れ屋なの。レスリーが見てたドラマではやっぱ外でもラテンジェントルマンな感じでちゃんと女の子エスコートしてっていうのがやっぱイメージにあったけど、本当になると人前でキスなんて絶対しないだろうし、やっぱそういうのが結構違うってね、思ったみたいです。はい、次5個目、お店の人は優しいけどプライベートの人は冷たい。そうだね。なんか話しかけられたの？レスリーがプライベートの人に話をかけたりしたの？外歩いてる人に。なんでそうやって冷たいと思ったの？メキシコには女の子、多分重たいことは、自分で重たいものは自分で持たない。そう持たないね。だからメキシコ人それ見たら早くte ayudo, yo lo hago。でも日本人は全然違う。空港行った時、荷物はすごく重かった。そうでも日本人はでも確かに私は遅刻したから、早くしないでね、みんなはIt's your problem 何もしない本当にびっくりした。確かに手伝ってほしい感じがするけど誰か助けて感じが顔したけど、みんなは難しいよね、日本じゃね。そう、なんかある友達は荷物を壊れて
全部出した。出ちゃった。でも誰も何もしなかった、みんな。ああ、そうだね。まあ普通だね、それが日本はね。そう。でもお店の人はめちゃめちゃ優しすぎる。なんかいつもああ、そうだね。笑顔してて、仕事とプライベートのその気持ちのオンオフ、人に優しくしてあげるとか、プライベートっていうのはやっぱそういうのはなかなかね、日本だと出しづらいかもしれないね。はい、レスリーは日本でやっぱレストラン行った時とか、やっぱ日本はどんな飲食店とかでも大体接客とかは完璧だし、やっぱメキシコとかなんか来たらそのコンビニでもちょっとご飯食べに行くでも、日本だったら 100% 苦情が出るレベルの接客っていうのは結構あるんですね。レスリーはそれを普段から見てたわけだから、やっぱ日本に行ったらもうパーフェクトな接客を常に受けてるなっていうふうに感じたみたいです。はい、次は6個目。早っこういう感じで、はい、日本は擬音が多いってことですね。Cuando uno ve animes, pues ve a los personajes que son muy exagerados y uno no piensa que los japoneses de verdad hacen esos sonidos, pero todo el tiempo es como ¡Sona! ¿Are? いつも日本では、何か見つけなかったらいつもあれあれいつもみんなあれというこれはね面白いかわいいかわいいかわいい日本の擬音はやっぱそうですね。僕も日本食料理店で働かせていただいてるんですけど、その時に日本食料理店のボスと喋ってて、まあ、例えば「へー」とか「あーそうなんですね」とか「あー」とか「へー」とかいうことにメキシコ人のシェフたちはそれを真似してきて「あー」とか言っていつも言ってるんですけどまあやっぱそうやって真似されると、あ、やっぱ日本ってそういう言葉が多いんだなっていうのを特殊なんだなって思いました。ラストはタバコの吸える場所とビールの飲める場所がメキシコと逆。En México, uno puede fumar en la calle en donde quieras, pero no puedes tomar cerveza en la calle. Y en Japón es completamente al revés. Puedes tomar cerveza en la calle, pero no puedes fumar donde sea. でも外でそんな飲んでる人いた？そう。見たことある。También en los restaurantes, en Japón se puede fumar adentro de un restaurante, pero en México ya no. Hace como unos 8 años prohibieron que ya no se pudiera fumar adentro de los restaurantes. Entonces solo puedes fumar en la calle y en tu casa. Y en Japón puedes fumar en restaurantes y en puntos específicos de la calle y en tu casa, ¿no? Y ya. Y tomar cerveza o tomar cualquier bebida alcohólica en México está prohibido. No puedes ni siquiera llevar tu botella en la mano. Aunque no la estés tomando, no la puedes mostrar. Eso ya puede llegar un policía y multarte. まあ今日本じゃ多分レストランとか、まあ、パチンコ屋でもそうだし、多分レスリーが日本に行った時みたいにもうタバコの吸える場所は結構減ってる。だからまあ今なんかじゃあ喫煙所とかで吸う人も多いだろうし、まあ、お酒飲む人もいるだろうけど、まあ、そこまで目立ちはしないけど、やっぱ外でお酒を飲めるっていうことにレスリーはすごく驚いたみたいです。メキシコのコンビニとかだと、まあ、レストランとかでもそう。そう。まあレストランとか食べながら、飲める。飲むだけならダメ。食べ物とビールとかお酒はセットとかね。別々に。まあそういう感じでお酒は結構メキシコの方は意外と厳しいみたいですはい、レスリーが日本に3回ぐらい、まあ、行ったことがあるんですけど、その中で結構驚いたことなどを紹介していきました。また次回は僕がメキシコに来て、まあ、日本との違い、驚いたこととかをお話ししていきたいと思うんで、またぜひご視聴ください。お願いします。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。日
本の良さに改めて気づいたなと思った方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイ